2026年5月、沖縄、その戦争の洞窟の地下に、公式記録には存在しない封鎖区域がある。ガイドが突然、懐中電灯を消した。完全な暗闇の中で、私たちは息を止めた。声を出すことも、動くことも、誰もできなかった。その時、聞こえてきたのだ。子供の泣き声が、壁の向こうから、いや、足元の、さらに深い場所から、ここは沖縄本島南部に残る、太平洋戦争の遺跡群の一つだ。表向きは観光地として整備されている。しかし、公式ルートの最深部を過ぎた先に、案内板も、しがらみも、何も存在しない区画がある。ガイドたちの間では、暗黙のルールがあるという。そこには絶対に足を踏み入れない。と、私がそこを訪れたのは、2026年4月のことだった。地元在住の知人から、一度だけ行ってみる価値がある。と言われ、観光ツアーではなく、経験豊富な民間ガイドに同行を依頼した。その人物は10年以上、この洞窟群を案内し続けてきた人物だった。しかし、封鎖区域の前で、彼は初めて足を止めた。ここから先は、私も入りません。その言葉の意味を、私はその時軽く受け流した。しかし懐中電灯が消えた瞬間、その意味が全身に染み渡った。泣き声は一度ではなかった。断続的に、繰り返し、聞こえてきた。幼い子供のものとしか思えない。か細いおえつ。戦時中、この洞窟には多くの民間人が逃げ込んだという記録がある。その中には、幼い命も含まれていた。ガイドは何も言わなかった。ただ沈黙を保ち、やがてゆっくりと来た道を戻り始めた。私は言葉を失ったまま、その背中を追った。洞窟を出た時、外の光が異様に眩しく感じた。空気が違う、と体が言っていた。だが、本当の異変はその後だった。ホテルに戻り、荷物を下ろした時、私はあることに気づいた。あの場所から、何かが私についてきているような感覚。それが気のせいではないと確信したのは、鏡を見た瞬間だった。その話をする前に、まず私がどんな人間で、どんな日常を送っていたのかを知ってほしい。私の名前は、田中良海、32歳、フリーランスのライターだ。特別な人間ではない。締め切りに追われ、コーヒーを飲みすぎて、深夜にパソコンの画面を眺める。そんな平凡な日々を送っていた。旅が好きだった。いや、正確に言えば、旅の中にある、普通ではない何かを探すのが好きだった。廃墟、戦跡、人が語りたがらない場所、そういう場所に引き寄せられる性質を昔から持っていた。2026年5月、私は沖縄にいた。仕事の依頼だった。太平洋戦争の遺跡をテーマにした記事を書いてほしいという依頼が入った。戦跡観光の現状と、その背後にある歴史の重さを伝える内容だ。締め切りは2週間後、取材期間は5日間、軽い気持ちで引き受けた。那覇空港に降り立ったのは、5月8日の午前中だった。空は青く、風は柔らかかった。南国の空気が肺に広がる。戦争の傷跡がある土地とは、とても思えないほど穏やかな朝だった。ホテルにチェックインして、軽く昼食を済ませた。午後からは糸満市に向かい、姫百合の塔を訪れた。観光客が多く、空気は明るかった。だが、慰霊碑の前に立つと、胸の奥に何か重いものが沈んでいくような感覚があった。翌日、5月9日、私は一人のガイドと出会った。地元に長く住む、60代の男性だった。名前はヤギさんと言った。公式のツアーガイドではなく、地域の歴史を個人的に研究してきた人物だという。知人の紹介で連絡を取り、翌朝に会う約束をしていた。ヤギさんは静かな人だった。言葉数が少なく、笑顔もあまり見せなかった。だが、話す言葉の一つ一つに、深い重みがあった。彼が言った。案内できる場所と、できない場所がある。その言葉の意味を、私はその時まだ理解していなかった。午前中は通常の戦跡を案内してもらった。砲の入り口、砲弾の跡が残る岸壁、どこも歴史の痛みが刻まれていた。そして午後、ヤギさんは足を止めた。茂みの奥に、崩れかけた入り口があった。ここから先は、記録にない場所だ。彼はそう言い、私を見た。その目に、ためらいとも警告とも取れる光があった。私は迷わず、うなずいた。あの時、断っていれば、何も起きなかっただろう。だが、私はライターだ。
知りたがる性質は止められない。それが全ての始まりだった。崩れかけた入り口をくぐるようにくぐった。ヤギさんの懐中電灯が狭い通路を照らしていた。天井は低く、立つことができない。自然と前傾になり、這うように進んだ。最初に気づいたのは温度だった。外が5月の陽気で、蒸し暑い沖縄の午後だった。しかし、その入り口をくぐった瞬間、空気が変わった。ひやりとした冷気が首筋に触れた。洞窟の中が涼しいのは自然なことだ。最初はそう思っていた。次に気づいたのは匂いだった。土と湿気が混ざり合った。古い空気の層。それは普通の洞窟の匂いだった。しかし、その奥に何か別のものが混じっていた。焦げたような、それでいて甘みを含んだような、形容しがたい匂い。うまく言葉にできない。ただ、鼻の奥に引っかかった。私はヤギさんの背中を追いながら、何も言わなかった。通路はやがて、小さな空間に開けた。高さはようやく立てるほど。壁は岩肌そのままで、ところどころに黒いシミがある。戦時中のすすだろうか、それとも、別のものだろうか。ヤギさんが、懐中電灯で壁の一点を照らした。そこには、小さなくぼみがあった。誰かが掘ったのか、削られた跡が残っている。何かを置くための、棚のような形だった。今は何もない。だが、長年そこに何かが置かれていたことを示すように、表面だけが滑らかに摩耗していた。昔、ここに子供たちが隠れていたと言われている。ヤギさんが、低い声で言った。私はその言葉を、メモに刻んだ。ライターとしての習慣だった。感情より先に、記録が動く。その時、聞こえた。最初は気のせいだと思った。洞窟の奥から風が抜ける音か、あるいは外の木々が揺れる音が反響しているのか、そう解釈しようとした。しかし、もう一度、聞こえた。子供の泣き声だった。小さく、細く、しかし確かに、壁の奥からにじみ出るように、その音は届いた。ヤギさんは動かなかった。懐中電灯を消した。真っ暗な中で、私は息を止めた。闇の中に、その音だけが漂っていた。あれは、ただの音だったのだろうか。私はまだ、そう思おうとしていた。しかし、次の瞬間、私は確かに見た。暗闇の中で、私の目は何かを捉えた。壁の端、岩が削られた。その隅、小さな、白いものだった。最初は、布だと思った。古い、汚れた布切れが引っかかっているのだと、そう解釈しようとした。しかし、それは動いていた。ゆっくりと、まるで呼吸するように、ヤギさんの懐中電灯は、まだ消えたままだった。私は声を出せなかった。喉が、完全に閉じていた。足も動かなかった。膝が、石のように固まっていた。それでも、目だけはそらせなかった。白いものは、そこにあり続けた。揺れながら、染みながら、壁に溶け込もうとするように、あるいは壁の中から這い出てこようとするように、子供の泣き声は、まだ続いていた。細く、途切れ途切れに。しかし、確かに、私は、気づいた。その声と、その白いものが、同じ場所から来ている。一致していた。声が強くなると、白いものも揺れた。声が静まると、それも止まった。連動していた。それは、もはや偶然では説明できなかった。ヤギさんが、低い声で言った。見ないでください。静かな、しかし強い声だった。命令ではなく、懇願だった。私は、目を閉じた。閉じた瞬間、泣き声が一瞬だけ、大きくなった。風もない空間で、何かが動く気配がした。空気が、押されるような感覚だった。重い、湿っている。そして、冷たい。それが、私の右側を通り過ぎた。確かに、通り過ぎた。ヤギさんが懐中電灯を再びつけた。光の中に、何もなかった。白いものは、消えていた。泣き声も、止んでいた。洞窟の中は、また元の沈黙に戻っていた。まるで、何事もなかったように。しかし私は知っていた。何かが、ここにいたことを、そして、それが私の存在を、認識したことを、ヤギさんは何も言わなかった。出口の方へ、静かに歩き始めた。私は、ただついていくしかなかった。洞窟を出た後、外の光の中でヤギさんの顔を見た。彼の表情は、青ざめていた。あれほど慣れた様子だった人が、何度もここを案内してきたはずの人が、その口が、
わずかに震えていた。私は、その時初めて悟った。今日のこれはいつもとは違ったのだと。そして次の瞬間、気づいた。私の右肩がまだ冷たかった。外の空気を肺いっぱいに吸い込んだ。それでも体の震えは止まらなかった。ヤギさんはしばらく無言のまま地面を見つめていた。私も何も言えなかった。あの暗闇の中で聞こえた声がまだ耳の奥に残っていた。子供の泣き声。いや、あれは本当に泣き声だったのか。もしかしたら私を呼んでいたのかもしれない。そう思った瞬間、全尾の毛が逆立った。宿に戻ったのは夕方を過ぎた頃だった。シャワーを浴びて布団に入って目を閉じた。疲れていたはずなのに眠れなかった。部屋の中が妙に静かだった。いつもなら聞こえる外の車の音も風の音も何も聞こえなかった。その時気づいた。部屋の隅が暗かった。電気をつけているのにその一角だけ光が届いていなかった。目を凝らした。何もいない。何もいないはずだった。でもその暗がりの中に何かがあった。形のようなもの、輪郭のようなもの。私は息を止めた。それはゆっくりとこちらを向いた。目があった。白く濁った目が。そしてそれは私を見ていた。ただ見ているだけじゃなかった。焦点が合っていた。確かに私を見ていた。逃げようと思ったのに体が動かなかった。声も出なかった。ただその目と見つめ合っていた。どれくらいの時間が経ったのかわからない。次の瞬間、声がした。低くかすれた声だった。でもそれは確かに言葉だった。私の名前を呼んでいた。名字ではなく下の名前を誰にも教えていない。幼い頃に親だけが使っていた呼び方で、その声は一度だけ聞こえた。そして暗がりは消えた。部屋に光が戻った。私はその場に崩れ落ちた。膝が震えていた。手が震えていた。でも一番怖かったのはその声が懐かしく聞こえたことだった。あの洞窟の封印された地下室。あそこから何かがついてきていた。そしてそれは今私がいるこの部屋を知っていた。翌朝目を覚ますと枕元に小さな泥の跡が残っていた。翌朝私は長い時間動けなかった。枕元に残された小さな泥の跡。それは昨夜の出来事が夢ではなかったことを静かに証明していた。私は泥の形をじっと見つめた。子供の足跡だった。右足が一つ。それだけがそこにあった。IMG。枕元に残された小さな泥の足跡のクローズアップ。朝の薄暗い部屋。私はすぐに拭き取ろうとした。でも手が止まった。触れることが怖かった。それが本物であることを認めたくなかったのだと思う。結局私はそのまま部屋を出た。朝食を取ろうとしたが何も喉を通らなかった。コーヒーカップを持つ手が小刻みに震えていた。ホテルのスタッフが心配そうに声をかけてきた。お顔の色が悪いですが大丈夫ですか。私は笑って少し寝不足でと答えた。それしか言えなかった。あの洞窟で起きたことをどう説明すればよかったのか。封印された地下室で聞こえた子供の泣き声。ガイドが懐中電灯を消した。あの沈黙。そして部屋にまで届いたあの声。誰かに話せるような内容ではなかった。IMG。朝のホテルのカフェ。窓の外に沖縄の青い空。一人座る人物の後ろ姿。その日の午後、私は那覇の街を歩いた。少しでも気分を変えようと思った。四条の喧騒の中に身を置けば、昨夜のことを忘れられるかと思った。しかし、そうはならなかった。人混みの中で、ふと気づいた。誰かが、私の後ろを歩いている気がした。振り返っても、誰もいない。また歩き出すと、また感じる。足音ではなかった。息遣いでもなかった。ただ、確かな気配だった。まるで、誰かが私の影に、寄り添っているような。IMG。那覇の四条の雑踏。振り返る人物。背後に何もない路地。夜、ホテルの部屋に戻った。シャワーを浴びながら、私はあることに気づいた。浴室の曇った鏡に、
文字のようなものが浮かんでいた。はっきりとした形ではなかった。ただ、指で描かれたような、細い線が、いくつか重なっていた。私は鏡に顔を近づけた。その瞬間、背後で、ドアノブが動いた。鍵は、かけていた。チェーンも、かけていた。それでも、ドアノブは、ゆっくりと、回った。私は声を上げることができなかった。息が、止まった。1秒、2秒、3秒、ドアノブは、止まった。部屋には、静寂が戻った。でも、私は知っていた。それは、去ったのではない。ただ、待っているのだと。次の夜も、その次の夜も、それはここにいる。私と共に、この部屋の中に、そしてその正体が、あの封印された地下室と、深くつながっていることを、私はまだ、理解できていなかった。それが、待っていると気づいた夜から、私は眠れなくなった。毎晩、午前2時を過ぎると、部屋の空気が、変わる。重くなる。息が、苦しくなる。そして、聞こえる。かすかな、本当にかすかな、子供の、泣き声が、私は、もう無視できなかった。あの封印された地下室で聞いたものと、全く同じ声だったから、翌日、私はあの洞窟のガイドに連絡を取った。名前は言えない。でも、彼は電話越しに、長い沈黙の後、こう言った。あなたは、何かを連れて帰った。その言葉が、全てを変えた。IMG、暗い部屋の中、震える手でスマートフォンを握る人物のクローズアップ。彼はさらに続けた。あの地下室には、記録がない。公式には、存在しない場所だ。でも、地元では知られている。1945年、沖縄戦の最終局面で、多くの民間人が、あそこに逃げ込んだ。子供たちも、いた。その中には、最後まで、出られなかった者たちがいる。私は、息を飲んだ。なぜ私なんですかそう聞いた。ガイドは、また沈黙した。そして、静かに言った。あなたが、立ち止まったから、あの瞬間を、思い出した。皆が通り過ぎた中で、私だけが、足を止めた。あの封印された扉の前で、何かに引き寄せられるように、ガイドが懐中電灯を消したのも、あの場所だった。彼は知っていたのだ。その場所に、何かがいることを、そして、誰かが呼ばれていることを、その子は、誰かに気づいて欲しかった。80年以上、暗闇の中で、ただ、誰かが振り向いてくれるのを、待ち続けていたのかもしれない。私は、言葉を失った。怖い。それは確かだ。でも、それだけじゃなかった。胸の奥に、何か、痛みに似た感情が、広がっていた。その子は、恨んでいるのではない。ただ、ここにいると、忘れないでほしいと、そう、伝えたかっただけなのかもしれない。私は、その夜もう一度、部屋の暗闇に向かって、語りかけた。聞こえていますか？あなたのことを、知りました。あなたは、一人じゃない。部屋の空気が、少しだけ、変わった気がした。でも、それで終わりではなかった。その存在は、まだ、私の部屋に、いる。そして翌朝、私は、決断しなければならなかった。直接、向き合うか、逃げるか、最後の対面が、迫っていた。朝が、来た。でも、光はなかった。カーテンの隙間から差し込むはずの朝日が、今日だけは、まるで拒まれているようだった。私は、ベッドの上に座ったまま、動けなかった。昨夜、語りかけた言葉が、まだ喉の奥に残っている気がした。あなたは、一人じゃない。その言葉を言った瞬間、部屋の空気が、確かに変わった。でも、それは安らぎではなかった。むしろ、何かが、近づいてきた感覚だった。私は、決断しなければならなかった。逃げることは、できる。今すぐ荷物をまとめて、この部屋を出て、沖縄を離れればいい。でも、それで本当に終わるのか。あの洞窟から出た後も、何かがついてきた。場所を変えても、消えなかった。逃げても、意味はない。そう、気づいていた。私はゆっくりと、立ち上がった。部屋の隅、昨夜から、ずっと気になっていた場所がある。クローゼットの扉が、少しだけ開いていた。私は、閉めた覚えがない。いや、昨夜確認した時は、完全に閉まっていたはずだ。一歩、また一歩、その扉に、近づいていく。心臓の音が、耳の奥で響く。足が、重い。でも、
止まれなかった。扉に手をかけた瞬間、中から聞こえた子供の泣き声。あの洞窟で聞いた声と全く同じ声だった。私の手が震えた。それでも私は扉を開けた。中には何もなかった。洋服がかかっているだけの普通のクローゼット。でも空気が違う。湿っていて冷たくて、まるであの封印された地下室の空気と同じだった。私は静かに言った。あなたはここにいるんですね。返事はなかった。でも背後でドアがゆっくりと閉まった。振り返ると部屋の真ん中に小さな影が立っていた。輪郭ははっきりしない。でも確かにそこにいる。子供の形をした何か。私たちはしばらくただ向き合っていた。私は逃げなかった。その存在も消えなかった。そして私は理解した。これは恐怖ではない。これは訴えだ。記録されなかった命が誰かに気づいてほしくてずっとそこにいたのだと。影はゆっくりと薄くなっていった。最後に残ったのは静寂だけだった。この対面の後、私に何が起きたのか、それは次の話で。あの夜が終わった後、私は変わった。それは劇的な変化ではなかった。静かな、しかし確かな変化だった。まず夢が変わった。それまで私が見る夢はいつも曖昧で、目覚めれば忘れるようなものだった。しかしあの沖縄の洞窟から戻った夜から、夢の中に光景が現れるようになった。青い空の下に広がる緑の丘。笑い声が聞こえる。子供たちが走り回っている。戦争などどこにも存在しない穏やかな風景だった。それは恐ろしい夢ではなかった。むしろ美しかった。泣きたくなるくらい美しかった。次に変わったのは記録に対する姿勢だった。私はあの日以来、名前のない命について調べ始めた。公式の歴史書に載らなかった人々、記録されることなく消えていった存在たち。沖縄戦において民間人の犠牲者の多くは今も正確な数が把握されていない。封印された区域のような場所は実は沖縄のあちこちに存在する。立ち入り禁止の理由は安全のためだけではないと地元の人々は静かに言う。そしてもう一つ変わったことがある。私は沈黙に対して怖くなくなった。あの洞窟の中でガイドが懐中電灯を消した瞬間、あの完全な暗闇と沈黙の中で私は確かに何かを感じた。しかしそれは私を壊しに来たものではなかった。ただ聞いて欲しかったのだと今ならわかる。沈黙は虚無ではない。沈黙の中にこそ言葉にできなかった声が詰まっている。2026年の春、私はもう一度沖縄を訪れた。あの場所には近づかなかった。しかし近くの慰霊碑の前に立ち、長い時間をかけて手を合わせた。名前のある人へも名前のない人へも風が吹いた。海の方から柔らかく、それで十分だと思った。あの影が私に教えてくれたのは恐怖ではなく記憶の重さだった。忘れられることへの静かな抵抗だった。私たちは生きている。だからこそ覚えていられる。だからこそ語ることができる。この旅の最後に私が伝えたいことがある。それは次の話で全て話す。あれからどれだけの時間が経っただろう。沖縄から帰ってきた夜、私は荷物をほどく気になれなかった。ただ部屋の隅に座って暗闇を見ていた。何かがついてきている気がした。気のせいだと思いたかった。でも3日後の夜、また聞こえた子供の泣き声のような音が。窓の外ではなかった。部屋の中でもなかった。頭の奥の方から聞こえてきた。あの封印された地下室で耳にしたあの音と全く同じだった。IMG。 暗い部屋の隅、薄明かりの中で一人座る人物の後ろ姿。私はガイドに連絡を取った。あの場所から帰った後、何か感じましたかと、そう書いた。返信は翌朝来た。短かった。聞かなかったことにしてください。それだけだった。それ以上の言葉はなかった。ガイドも知っていたのだ。あの沈黙の意味を、懐中電灯を消した理由。IMG。 スマートフォンの画面。短い返信メッセージが映る。2026年の春、沖縄の戦争遺跡には公式記録に存在しない地下室がある。
そこに眠っているのは、ただの歴史ではない。名前を呼ばれることもなく、記録されることもなく、終わった命がある。忘れられたまま、今もそこにいる。私が感じたのは、恐怖だったかもしれない。でも今は、違う言葉が浮かぶ。それは、訴え、だ、消えたくないという、静かな叫びだ。IMG、夕暮れの沖縄の海岸線、遠くに見える洞窟の入り口。旅は終わった。でも、あの場所はまだ存在している。あの子供の声は、まだそこにある。そして時々、こうして私の中に戻ってくる。終わっていない話がある。まだ語られていない記憶がある。あなたが今、これを見ているということは、もしかしたら、あなたにも届いているのかもしれない。次の動画で、私が最後に見たものを、すべて話す。それまで、どうか、覚えていてほしい。あの風の音を、あの海の匂いを、そして、名前のない誰かが、今も待っているということを。